それでは聖書を朗読します。創世記の22章の1節から15節まで。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神が仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人をイサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。朝早くアブラハムはロバに蔵をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のためにの焚き木を割った。こうして彼は神のお告げになった場所へ向かっていった。3日目にアブラハムが目を上げると遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクのに背負わせ、火と物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。彼はなんだ我が子よと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。この時、主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を出してはならない。その子に何をしてもならない。今私はあなたが神を恐れていることをよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が角を藪に引っ掛けていた。アブラハムは言ってそのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイイエル・イルエと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われている。おはようございます。 Good morning, everybody. 東京ライフチャーチの礼拝にようこそお越しくださいました。 Welcome to Tokyo Life Church's worship service. 私はこの教会の牧師の一人のパコールズミホと申します。よろしくお願いします。 My name is Miho. I'm one of the pastors here. 皆さんは人生の中で最も意義深いものは何ですかと聞かれたらどう答えるでしょうか。 If I were to ask you, what is the most meaningful thing in your life, what would you say? ちょっと考えてみてください。 Take a moment to think about that. 日本ではあまりこういう習慣はないとは思うんですけれども、でもアメリカの感謝祭をご存知な方は多いのではないかと思います。 In Japan, we don't really have this custom, but you might be familiar with the idea of Thanksgiving in America. で感謝祭ではそのごちそうの並んだテーブルをこう家族全員でこう囲んでですね、でお食事をこういただく前にこう一人ずつ何に感謝しているかっていうのをこう述べるんですね。 And so as you sit around the table as a whole family, you might take turns one by share, what are you thankful for? じゃあ今皆さんがその感謝祭のその食卓についているとするならば、どんなことに感謝しているというでしょうか。 So if you were sitting around that table, what would you say? I'm thankful for this.
アメリカで人生で最も意義深いものは何かというそういうアンケートが取られました。There's a recent survey in America of asking people what is the most meaningful thing in your life. それはクリスチャンでないそういうの関係なくですねいろんな人にランダムに取られたアンケートだったんですけれども結果はこんな感じでした。And that survey interviewed people who were Christians and non-Christians, and here are some of the results. 69% のアメリカ人が家族と答えたんです。 69% of people said family is the most important. でその次は 34% で仕事。And then at 20% it was work. さらにその次は 23% でお金。And then money was 23%. でようやく 20% が信仰と答えて。And then just less than 20% was friends. それとほぼ同率で 19% が友達とかあるいは趣味というふうに答えました。And then also hobbies was the next in line. で、じゃあ今度は福音派のクリスチャンを対象としたアンケートも取られたんですね。And so there's a little difference too of how the Christians responded. 45% が信仰と答えたのに対して、 45% said faith was first. でも 31% が家族と答えた。And 31% said family was first. 皆さんの回答はどうだったでしょうか。What were your responses? 私たちの心はどこにあるでしょうか。Where is our hearts? 今週水曜日からですね、受難節レントが始まりましたけれども。So this past Wednesday we started the 40-day season. It's called Lent. でこの灰の水曜日からイースターまでの時を受難節と呼び、その時期っていうのは私たちが自分の罪と向き合う時であります。So from Ash Wednesday all the way to Easter, this is a time for us to reflect on our sin. でまたそれと同時に自分の罪を見つめる時にですね、どれほど自分たちがキリストを必要としているかっていうのをかみしめる時でもあります。It's a time of reflection too to realize how much that we need Jesus. 受難節の新説教シリーズ、偶像というのが、今日から始まりますけれども、今日は特に家族という偶像について、見ていきたいと思います。Today we're starting a series through the Lenten period called Counterfeit Idols or Counterfeit Gods. That we're starting the first one of how family can be an idol. まずは先ほどお読みいただいたですね、アブラハムとイサクのストーリーから始めたいと、そこに目を留めたいと思うんです。And so we're starting looking at the story of Abraham and Isaac, of God testing Abraham's faith. まず神がアブラハムを試練に合わせます。And so it's God testing Abraham of this idol of his son. 息子のイサクを神への捧げ物として全焼の生贄としなさいと言うんです。And so seeing that he can turn this into an idol. And when we're reminded of it, we need to dedicate ourselves to God. So he's asking the Isaac, Abraham to give Isaac as the offering, the burnt offering. はい、じゃあイサクはアブラハムにとってどんな子だったんでしょうか。 What kind of son was Isaac to Abraham? あなたの子、あなたが愛している一人子イサクというふうに書いてあります。He's described as this is your son, your only begotten son, whom you love. で、これ言語では、日本語では語順なんですけど、言語ではですね、あなたの子、あなたの一人子イサク、あなたが愛しているっていう順番なんです。So there is your son, your only son Isaac, whom you love. It's not that he was merely Abraham's son. ただ単にアブラハムの息子だったというだけではないんですね。As the only child that he could have had. 彼の持てるたった一人の子で、その前にこの前の章で女奴隷ハガルが産んだ子供であるイシュマエルはもうすでに家から追い出されていたので、アブラハムはこの時点で、たった一人しかこのイサクしか子がいなかったということなんです。In the chapter before, we saw Ishmael, who was the son of Hagar, who was the female slave, had been driven out of the house. So this is literally the only child that Abraham had left. 神が言います。あなたが愛しているイサク。もうアブラハムのその感情をだんだんついてきてるんですね。And so God is saying, Isaac, whom you love, you can see him kind of poking at Abraham's emotions. あなたが愛してやまない子、目の中に入れても痛くない子。This is the child that you love so much. ただ感情的にアブラハムはイサクを愛していたのではありません。And it's not just an emotional love. イサクは神の祝福を継承していく、キーパーソンなんですね。Isaac is the key for who's going to inherit Abraham's blessings. アブラハムに神が
与えた約束を、代々こう受け継いでいくためのその最初の子孫なんです。He was the first one who's going to carry this promise from generation to generation after Abraham. アブラハムの子孫が増え広がって、そして大いなる国民となって、そして彼の子孫を通して、祝福が全世界に及んでいくための子なんです。So Isaac is this first step in becoming increasing of making Abraham into a great nation. この子に全てがかかって、And that blessings will come throughout the whole world. 将来の希望をこう背負った世継ぎなんです。And so everything depends on this child. アブラハムは当然、この、全てがこうかかった子を大切に育てます。So Abraham naturally raises this child who all this, everything depends with great care and attention. そして彼も気づかぬうちに、この子にだんだんと執着していくようになるんです。Without realizing, he becomes so attached to this child. いつしかアブラハムにとってイサクは、その子を与えた神、また祝福のその約束を与えた神ご自身よりも大きな存在となっていきました。So somehow Isaac can become bigger than God was to him, even though it's God who gave him this child and it is God who gave him this promise. でも神はその子を全焼の捧げ物にしなさいというではありませんか。And so we see God ask him, make this child a burnt offering. 神は、自分でこうイサクをあなたに与えますと言っておいて、その子をこう殺すように命じるなんてなんか矛盾してませんか。Doesn't it feel like a contradiction of God would give him Isaac and then command this child to be killed? 私たちこれを読む者にとってはですね、これはアブラハムを試みるために神が行ったことであるっていうこと、それが分かってますけれども、でもアブラハムにとってはこれはテストでも何でもないんです。神からの現実的な命令なんですね。And so we are informed in verse 1 that this is God's way of testing Abraham, but it's also a command from God. 大切な子をこう失うショックをショックをこう受けてただけじゃなくて、神がこの子を通して、約束を果たされるのではなかったのかと、きっとね混乱してた。Not only would he have wondered, been shocked of losing this precious child, but he'd have been so confused, wondering, how is God going to fulfill this promise that you gave to me? イサクを失いたくない。I don't want to lose Isaac. なんでこんな無茶苦茶な命令するんだ。What kind of command is 一体 this? 何なんだ。What in the world is going on? 神なのに、人間をこう生贄として殺すなんてこう道徳的じゃないと、むしろこう驚かれた方もこの中にはいるかもしれません。Imagine most of us might be shocked of how God would ask him to kill a human being as a sacrifice. This seems so wrong. でも当時は、その近隣諸国でも神々のために、子供をこう犠牲にするっていうことがこう行われた、そういうこう背景がありますから、聖書の神はそういう場合ではありませんけれども、でもアブラハムとしてはその犠牲というこう点においては、納得していたのかもしれません。In that time, the neighboring countries would have offered child sacrifices to their gods, and so even though God in the Bible is not like that, Abraham might have understood to this sacrifice. じゃあショックを受けて混乱したアブラハムはどうしたでしょうか。So what does a shocked and confused Abraham do? 翌朝には荷物をまとめてイサクと共に言われた場所に向かったんです。The next morning, he packed his belongings and went with Isaac to the place that he was told to go. 自分の思いとは裏腹に神に従ったんです。 Despite his own thoughts, he obeyed God's word. 何が起きているのか、わけがわからないなりにも神を選んだんです。 Even though he had no idea what was going on, he chose to follow God. 3日の道のりをこう行く間に、実にこういろんな思いが彼の頭の内で交差したことでしょう。 During that 3-day journey, I'm sure he had so many thoughts in his mind. 気持ちの整理がつく前にこう出発したわけですから。 He left before he had a chance to really sort out all his feelings. で、旅にこう同伴させた使用人をこうあるところにこう置いといてですね、そして息子と2人だけでこう山に向かっていった。その時に、じゃあ礼拝して戻ってくると、言ったんですけれども、その時のアブラハムは本当にどう感じてたんでしょうか。 So I wonder how Abraham felt when he left the servant behind and when they went up just alone to the mountain. And was he trying to cover up with this word of worship? 礼拝という言葉でこれから自分がやろうとしているその恐ろしいことをなんかごまかそうとしたんでしょうか。
How did Abraham feel when Isaac asked him on the road, "Where's the sheep for the sacrifice?" また道中生贄にする羊はどこにいるのかとイサクに聞かれた時も、神が備えてくださるというふうに言ったアブラハムは本当はどう感じていたのでしょうか。Did he really believe that God was going to provide a sheep, or was this just deceiving his son? 本当に神が羊でよしと言われると思ったのか、あるいはごまかそうとしたのか、本当はどう思ったんでしょうか。How did he really feel? どの時点からかは分かりませんけれども、でもヘブル書にはこう書いてあるんです。We don't really know what he felt at this point. 彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。But in the book of Hebrews it says that he thought God was able to raise a man from the dead. 信仰によってアブラハムは、たとえイサクが死んだとしたでも神は彼を蘇らせることができると考えるようになっていったんです。So instead of desperately trying to protect his only son with his own strength, he trusted him to God. 一人を自分の力で必死に神から守ろうとするのではなくて、むしろ神に委ねたんです。And he chose to follow God rather than trying to protect his son, who he desperately loved and would have injured himself for. 目の中にも痛くない、そんな息子よりも、また全ての将来を背負ったそんな期待の星である息子よりも、神の言葉に従うことを選んだんです。This is the son who had the whole future ahead of him, and yet he's still willing to follow God. きっと彼は思ったことでしょう。神はこの子を与えられた。So we see, kind of like in Job, God has given me this child, and now He may take away this child. そして今この子を取り去られる。でもまた戻してくださるだろう。But he believes that God will bring him back. この信仰にとって信仰に立ってですね、アブラハムは生贄への道を一歩一歩着実に進んでいきました。So based on his faith, he was able to steadily progress step by step on this path leading up to that sacrifice. でイサクもイサクでその父親の信仰を見て、きっと協力したんでしょう。And Isaac must have seen his father and have gone along with him. 焚き木を背負って生きるほどの力があったわけですから、抵抗しようと思えば、いくらでも抵抗できたはずです。And so as he was strong enough to carry the firewood, he might have been able to resist as well. でも縛られてもジタバタすることなく、父の言う通りに従ったんです。And even though he was tied up, he did what his father told him to do. で、刃物を取って、そしてイサクに振りかざそうとしたその時に、アブラハムはテストに合格したんです。When he took the knife and was about to swing into Isaac, he passed that test. 息子に手を触れるなという、そういう命令が天使を通して下ります。God's command comes to not touch the son. アブラハムが死を恐れていることを神が知ったからです。It says that he's found to have feared the Lord. 別にそうと知らなかったわけではないんですね。It's not that God didn't know that. God had the power to foresee all these things. というのも、神には全てを見通すそういう力があるからです。それでも実際にアブラハムの行動を通して確かめる必要があったんBut です。he still wanted to see it through Abraham's actions. 神は私たちの心を知っておられます。God knows our hearts. でもそれを行動で表すことを望んでおられるんです。He wants us to express it through our actions, right? 祈る前から何を祈ろうとしているか神はご存知ですね。He knows what we're going to pray before we pray. それでも私たちが実際にこの思いを言葉にすることを主は待っておられるんです。He still wants to put our thoughts into words and to pray. それと同じで、アブラハムが子供よりも、神を選ぶ信仰を持っているということを神は予見できていたとしても、それでもアブラハムが実際に行動を起こすのを望まれたんです。So in the same way, even if we could foresee that Abraham would have had faith, he chose God over his children. God wants him to take action. 主を恐れるとはつまり主に従うことです。So to fear God is to obey him. 主が求めるときに自分にとって最も大事にしているものさえも惜しまずに主にお返しすることなんです。Giving back what God asks, even if it's so precious to you. 神ご自身に献身することです。It's being devoted to God himself. アブラハムは子への献身よりも神への献身を優先することを行動によってここで表したんです。Through his action, we see that he was devoted to God above his devotion to his child. それがアブラハムの
精錬されたそういう信仰であって、神を第一とする神に喜ばれる信仰ですね。This is like this refined faith where he's pleasing God by putting God first in his life. で神はアブラハムのその信仰に満足されたので代わりとなる羊を与えられました。And God being satisfied with his faith, he provides this ram as a substitute. アブラハムはその場所を主の山には備えがあると呼んだんです。And that's why Abraham was able to call this place the Lord has provided. 主は備えてくださるお方です。Because God is the one who provides. アブラハムが思った通りに神は与えて、そして取り去って、さらにまた返してくださったんです。And just as Abraham had thought, God gave, took away, and then gave again. もう少し正直に言うならば、神は良いものをアブラハムに与えて、偶像と化した良いものを取り去られて、そしてまた良いものとなったものを戻されたんです。To be more precise, God gave good things. He took away what had become an idol and gave him back something that was no longer an idol. 神は時として自分でも知らない間に偶像と化してしまった良いものを取り去ることがあるでしょう。Sometimes God might take away a good thing that has become an idol for us. あるいは別の方法で、偶像であることに気づかせてくださることがあるでしょう。Or He may bring you to realize that something has become an idol in some other way. そんな時死を選んで、そうしたものを手放していくことが私たちに求められているんです。Sometimes it's we need to choose God and to let go of something. 本来良いものですら主にもう一度お捧げする必要があるんです。Something that's inherently good will be given back to God. 偶像とはじゃあ何でしょうか。 You might be afraid. You might wonder if this is going to be okay. じゃあ、what's What is an idol? ニューヨークのティム・ケラー牧師はですね、偶像とは良いものを究極的とすることというふうに言っています。A pastor in New York, Tim Keller, says that an idol can be something we turn a good thing into this ultimate thing. また人生の根幹をなすもの、それを失ったら生きる価値さえないと思うもの、心を支配し情熱、エネルギー、感情、経済力など何のためらいもなく注ぎ込ませるものとも手にしています。It can be the very foundation of our life. It's a thing that's so fundamental that if you lost it, you might think life is not worth living. 家族を持つ人にとって子供は最もありがちな偶像なのではないでしょうか。And so for those of us that have families, it may be that children become our idols. 特に親が、子供に最高の人生を与えるために多くの犠牲を払っています。You know, it makes all these kinds of sacrifices to make sure that our child has the best possible life. とにかく子供が失敗しないように、幸せな人生を歩めるように、とにかく先回りして子供の人生をコントロールしようとします。You might kind of control your child to make sure that they have everything good or make sure that they don't fail in any way. また家族が一番大事というそういうもっともらしいことを社会の至るところで聞くわけなんですね。So we often hear so much in society that family is the most important thing. とにかく家族を優先して、家族が少しでも犠牲を払わなきゃいけないことを面倒くさく思ったり、あるいは家族を自分たちのものと考えてしまいます。So we might put our family first, and we might feel so troubled if we have to sacrifice anything in regards to our family, or that our family really belongs to us. しかしイエスはこう言ってるんです。And so we see Jesus saying these words. 誠にあなた方に言います。誰でも神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は必ずこの世でその何倍も受け来たるべき世で永遠の命を受けます。It says, truly I say to you, no one is a stranger to the kingdom of God. For whoever shall forsake his house, his wife, his brother, his parents, his children, for the kingdom of God shall surely receive in this world many times over. あとこうも言ってますね。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできません。Also says, if anyone comes to me and does not hate his father, mother, wife, children, brothers, sisters, even his own life, he cannot be my disciple. He who does not take up his cross and follow me cannot be my disciple. 家族を憎む、あるいは捨てるって一体どういうことでしょうか。What does that mean of hate or abandon your family? もちろん憎むことなんでしょうか。Does this literally mean hate? 捨て去ることなんでしょうか。To abandon them? 家族なんてどうだっていいって思うことなんでしょうか。To think that they're unimportant? 違います。
course not. 実際神は10回でこう命じてるんですね。あなたの父と母を敬え。Even in the Ten Commandments, one of the commands is to honor our father and mother. だから親を大切にするっていうことは聖書的なことなんです。So it's biblical that we honor our parents. しかも神は隣人を愛しなさいとおっしゃいます。God commands us to love our neighbors. 家族は一番身近な隣人ですから、その隣人を憎むわけがありません。And our family is our closest neighbors, so how could we hate them? さらにこんな風に言うんですね。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものでありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。ですから家族を憎むとか、あるいは捨てるというのは優先順位を指しているわけです。So to hate or to abandon your family or leave the family means So to hate or abandon one's family refers to priorities. 神がまず第一、家族はその二の次であるということですね。So God comes first and family comes second. でも神を選んでじゃあそれで終わりかっていうとそうではありません。So that's not just the case when you choose God, but it's at the end of the story. 神は一旦私たちに神を選ばせておいて、その後でまた愛する家族のもとに私たちを使わせてくださるんです。God sends us back to our beloved families even after we've chosen them. まず夫婦、そして親子、兄弟という関係が存在して、それから神との関係が成り立つんじゃなくて、まず神との関係が存在するわけなんです。So the relationship with God doesn't exist first as husband, wife, parent, child, but first a relationship with God. 神の子としてのそれぞれのアイデンティティに立って、それから親子関係があり、兄弟関係があり、そして夫婦関係、というものが存在するわけです。So it's from this identity as God's children that we have parent-child relationships, husband, wife, sibling relationships. 子供に限って言えば、結局子供っていうのは自分のものではありません。Because in the end, our children don't actually belong to us. 子は神から授かった賜物ではありますけれども、だからといって親のものではないんです。Children are a gift by God, but it's not something that belongs to us. 神の子として主がデザインされた通りのその人に成長できるように、また神の目的を全うすることができるように、私たちはこの世で、彼らを育てる責任を託されました。As God's children, we're entrusted with the responsibilities of life to help them grow as people that God has designed them to be and to fulfill the purposes that He has for them. 子は神から委託された子に過ぎないんです。They're God's entrusted children. 決して彼らの人生を自分色に染めたりとか、あるいは親のエゴでコントロールするためにいるのではないんです。So we shouldn't color their lives with our own colors or control them because of our own egos. その自分の持てるリソースをもう精一杯そこに注ぎ込みたいという気持ちは分かります。I understand that the desire that we have to focus all our resources all on them. もう自分が生きてきた中で学んできた、蓄えてきたその全ての知恵をこの子に注ぎ込みたい、余すところなく注ぎ込んで、その子が確実で、安全で幸せな人生を歩んでほしいと願う、その気持ちはよく分かります。We want to have them have the most secure, safe, happy life, using all the wisdom that we have in our life to pour into them. しかしまず第一に子供は神の子であるということを知らなければいけません。We can't forget that our children are first and foremost God's children. 親っていうのは習い事とか塾とか進路のことで躍起になります。And we become so busy helping them focus on their cram schools, their lessons, their school, and their path to careers. しかし霊的な訓練はというと2の次、3の次になってしまいがちです。So when you think of maybe the spiritual aspect, it may come second, third, way down the list. 子育てする中で一つ明確になることがあります。And so in the process of raising kids, there might be some things that become clear. 子供たちにとって何が一番大事かと思っているのかっていうことなんですね。What is the most important thing for my child? 世でいう成功なのか、Is it success in the eyes of the world? 神の御心を生きる人生なのか、 Or is it a life living God's will? たとえ世でいう成功とは少し異なるかもしれないけれども、神の視点では素晴らしい
と言えるその子らしい人生を親である自分が受け入れることができるか。 Can I, as a parent, accept that this life might be unique from other things and it might be a little different from what the path of success is in our world? ね、私たちはクリスチャンといえども弱くて、そして周囲を見渡しては焦って、で、世の価値観に簡単に惑わされてしまいます。 We might be weak and we might be impatient with our surroundings and misled by the values of our world. 決して高学歴、あるいは高収入の仕事が悪いと言っているのではありません。 I'm not saying that good education or a good career is bad. でもそれしか道がないと思うこと、またそうやって子供に圧力をかけることはそれ自体が偶像であることを物語っています。 To have this idea that this is the only path that can pressure our kids in a way that makes it an idol. そのようにして子供に接するならば、もしかすると窒息するような親子関係を築いてしまうかもしれません。 If we pressure our children in this path, then it might create this very suffocating relationship. ですから私たちは親として与えられた、一つ一つの気づきを大切にしたいと思います。 So we want to cherish everything that we have with our children. 今からでも遅くないんです。 It's not too late. 理想の子供像を手放して神を第一とするところから始めたいと願わされます。 Maybe letting go of this ideal child image and putting God first. あれもさせなくてこれもさせなくて大丈夫かなと不安になるかもしれません。 Maybe wonder, is it okay? Is it too late to change? でも大丈夫です。 Don't worry. 神は皆さんのお子さんを作った創造主であって、その子がどんな生き方をすることがベストなのかをよくご存知なんです。 God is the one who created your child and He knows what's best for them. ですからどうかあなたが導いてくださいと信仰を持って祈りましょう。 So it's praying with faith. God, please guide me. また家族に関してもですね、決して自分たちのためだけのものではないんです。 So family is not just for ourselves. 神が家族を作られたその本来の目的を果たす必要があるんです。 When you go back to the original purpose that God created families. 内向きとそして外向きのその両方の使命のためです。 And there's an inward and an outward focus. 内向きには家族はその成果をたどっていく、霊的コミュニティです。 Inwardly, the family can be this spiritual community that allows us to grow to be more like Christ. 子供も親もキリストと一体化されていきます。 Our children and parents both uniting with Jesus. 同時に外向きの飯っていうのもあって、それは失われた世にキリストのメッセージを届けるというその神のご計画を全うすることです。 Saying that there's an outward calling where God is inviting us to bring this message of Christ to our world. もし家族がその外向きの飯を見失ってしまうならば、家族はそれ自体が目的となってしまうんです。 If a family forgets this outward calling, we can just kind of be an end in and of itself. より大きな神の計画を全うする手段となることはできません。 And you can, when a family is in a good place, we can really welcome those in. 家族は良い状態にあるならば、全くの他人を例えば養子として迎え入れたり、あるいは他者を招き入れることができるわけです。 God has welcomed us as adopted children. 神は私たち一人一人を養子として神の家族に招き入れてくださいました。私たち一人一人はそうやって神の家族の一員とされたんです。 Each of us were made as a member of God's family. 神の家族こそが、その地上の家族のモデルなんですね。 And God's family is this model for our earthly families. つまり家族とは自分たちだけの、プライベートな生活を守るためにあるのではなくて、むしろそこに周りの人々を招き入れるためにあるんです。 So the family is not just to protect our own private lives, but to welcome people into our lives. 理想のものである私たちを神のその家族の中に招き入れてくださった神のホスピタリティを今度は私たちが周囲のよそ者に与えることでキリストのメッセージを世に伝えていくことができるわけです。 So the message of Christ can be shared by giving strangers around us this hospitality, welcome them into our family. 文字通り周りの人々を家に招き入れることです。 And literally that can be inviting people into our homes. 家っていうのは非常に個人的な空間ではありますけれども、でもそれは家族の温かみを感じる場所でもあります。 So a home is a personal space, but also a place of warmth and family. 完璧ではないかもしれません。
It may not be perfect. トイレだってこう隅々まで清掃が行き渡ってるわけじゃないかもしれません。 It may not be clean all over the place. 子供たちが人前で喧嘩するかもしれません。 Kids might fight in public. ちゃんとしたこう座る場所がもしかするとないかもしれません。 There may not be proper places to sit. でもこう独り身の人であったり、あるいはこう家族が日本におられない方とか、もしかするとこう寂しい思いをしている人がおられるのではないでしょうか。 There might be single people, foreigners who don't feel like they have a family here. People around, they're lonely. そうした人たちをこう招き入れるために、私たちは家族は自分たちだけのものであるという、そういったこう権利意識を主にお返しする必要があります。 So to invite people in, we give back to God the sense of entitlement that our family belongs to us. 家族だけでなんか気軽にやりたいとか、そういう気持ちは、よくわかります。 So I understand this feeling of I just want to be just with my family. パンデミックをきっかけに、私たちめっきり人を家に呼ばなくなりましたから。 I think during the pandemic we've stopped inviting people in. でもこう家族の時間という、そういうこう空想だとか、家族は自分のためだけにあるという、そういうこう自己中心な思いをもう一度手渡してですね、もう手放して、よそ者をその家族の食卓にまた団らんに招き入れることが私たちに求められています。 We need to let go of this idolatry that may be family time, that's self-centered, that this is all for myself, but inviting people to their table and to our gatherings. そのようにして、家族というその偶像をこう主に明け渡して、そして神を第一としていきたいと願わせます。 This is one way that we can let go of this idol of family and putting God first. もちろん家族だけの時間も必要なんです。 And of course, family time is important. でも家族の本来の目的は何か、そこに立ち返る必要があります。 But what is the original purpose? We need to get that back. 私はご教会で一人のこう牧師夫妻にですね、そのお家によくこうお邪魔させてもらっていました。 At my home church, I remember being invited to the pastor and his wife's home. 先生たちだってもう決してこう裕福な家庭ではありませんね。 And they weren't wealthy, so they didn't have a lot of food that they could offer. だからこう毎回ごちそうが出てくるとかそんなことはないんですけれども、でもたまにこう美味しいものがこう出てきたのは覚えてます。 So there's a lot of things that they offered. I don't quite remember all of them. でもそれが何かっていうのは覚えてないんですが、ただ一つ鮮明に覚えているメニューがあるんですね。 Even after all these years, there's one that really comes to mind. それはそうめんです。 It was somen noodles. しかもお昼にじゃなくて夕飯にそうめんだったんですね。 It wasn't for lunch, but it was for dinner. せっかくだから一緒に食べてったらどうなんていうふうに言われて、そうめんが出てきた。 So we were told that we're going to eat somen together, and that was what was served. で、丸テーブルに家族全員で座って、そしてこう私もこうそこに混ぜていただきました。 As we sat around the table, they invited me to join them. おそうめんがこんなに美味しいものなのか、その時初めて思ったんですね。 It's the first time I realized how delicious these noodles were. 今まで食べたそうめんのどれよりもこう美味しいそうめんでした。愛のそうめんです。 And so they think of it as a somen of love. 家族のその愛の輪に加えられて、ここにいていいんだよ、あなたは私の家族の一員だよというふうにおそうめんを通して伝えていただいたんです。 And so they widened their circle of love, and they invited me in and made me feel like I'm a part of their family. じゃあ家族を持たない者にとってはどうなんでしょうか。 What about those who don't have a family? 今日の話はなんか自分にあまり関係ないなと思いがちかもしれません。 I feel like this has very little to do with you. しかし持てるものだけが偶像になるのではありません。 But it's not only what we have that can be an idol. 持てないものだって偶像になりうるんです。 It can even be what we don't have that is an idol. つまり結婚して家庭を持つという願望自体が偶像になってしまうこともあるんです。 So even that desire to be married or have a family can become an idol for us. 偶像を別の言葉で言い換えるとこうです。 So to put it another way, an idol can be like this. これがなければ私の人生には何の意味もないと思ってしまう。 You can think of without this, I would have nothing in life. 結婚していないから、子供がいないから、自分には何かが足りないんじゃないか。 And so you can think, because I'm not married, I don't have children, I'm missing something. 結婚して子供ができて自分の家庭さえ築ければ自分は満たされるのに。 If only I'd get married or have kids or have a family, then I'd be fulfilled. そうすれば幸せになれるのに。
then I would be happy. このように思うならば、家族というその概念そのものが偶像になってしまっている可能性があります。But this is a thought that might be a sign that this family becomes an idol for us. 家族の概念が偶像となるその根底には、結婚や家庭を持つことへの誤った理解があったりするんです。It's at the root of this idolization, maybe our false understanding of marriage and family. 結婚にしても、あるいは家庭を持つことにしても、それが自己実現のためであったり、自分が寂しい思いをしなくて済むためのものであると考えているケースがあります。For some people, maybe having a family or marriage is about self-fulfillment or a way in which I don't feel lonely anymore. もちろん結婚すれば、一緒に寄り添ってくれる人が与えられます。Of course, marriage does give you a companion. 一緒に年を取っていけるその人生の伴侶が与えられます。And you're given this partner who you can grow old together with. 子供だってうまくいけば自分の老後の面倒を見てくれるかもしれないのです。Or if you have children, maybe when you're in old age, they take care of you. 伴侶に先立たれても安心だな。Or you feel secure with your spouse. でも家族を持つことのその究極の目的はそうではありません。That's not the ultimate purpose for family. もっと崇高の神の目的を果たすために家族という制度が存在するんです。There's a higher godly purpose for family. さっきにも言いましたけれども、それはキリストのメッセージを失われたように届けるという。We're part of God's mission of bringing Christ to our world. だから独身だからといって何かが欠けているということではないんです。So even if you're single, that doesn't mean you're missing something. 自分がキリストに近づけられ、また別の方法で失われたようにそのキリストの愛のメッセージを届けるならば、独身だからということに何かが欠けているということには決してならないよ。So we're drawing near to Christ and we're bringing this message to the world that we're not lacking anything. とにかく伴侶が欲しいからといって、結婚を急いだり、あるいは子供を通して自己実現しようとすることを思うならば、独身でいた方が神を第一とした主に喜ばれる生き方ができるわけです。So if you're trying to get hurried to be married, so that you have a partner. Being single is this place that we can put God first and have this life that's pleasing to Him. 神が第一と一般的には歌われています。So it's commonly proclaimed. 家族が第一と一般的には歌われています。It's commonly proclaimed. Family comes first. 神にとってでもそれは偶像でしかありません。But that can be an idol. 家族は大事です。Family is important. 家族は必要です。Family is necessary. しかし偶像とは良いものを究極的なものとすることです。But an idol can make something good and make it the ultimate thing. 神は家族への献身よりも神ご自身への献身を優先することを求められておられます。God is asking us to put our devotion to Him above our devotion to our families. Before we get to the announcements, we want to welcome up Ambu and Yume to share his testimony. 報告の前にアンブーさんと、ユメさん、どうぞ証の時間とさせていただきます。どうぞ聞かせてください。So please welcome him. Good morning all. 皆さん、おはようございます。I'm Miho from India. 私はアンビです。I moved to Japan last September. I'm from India. インド出身で、昨年9月に日本に引っ越してきました。Yes. I'm living in Ushiku, Ibaraki prefecture. 今、茨城県の牛久市に住んでいます。I'm an engineer. 日本でエンジニアとして働いています。Today I'm going to baptize by Pastor Grandson. 本日グラント牧師に洗礼を授けていただきます。I'm very excited. とてもワクワクしています。I'm very thankful to God. 神様に感謝をしています。I'm very thankful to Grandson and all TLC family members. そしてグラント牧師をはじめ国東京ライフチャーチの皆様にもとても感謝しています。I would like to share my life before Christ, before knowing Christ. まずキリストを知る前についてお話しします。My parents are Hindu. 私の両親はヒンズー教です。I used to go Hindu temple when I was kid. 私自身も子供の頃は一緒にヒンズー教のお寺に行ってました。
When I matured, I don't pray, I don't follow any rules, regulations which are followed by my family members. 大人になってからは祈ることも、私の家族が守っている特別なルールや規律を守ることもやめました。I know a bit about Christianity and from my childhood, and my image was that Christians are very calm and helpful people. 子供の頃からクリスチャンについては少し知っていて、私のクリスチャンに対するイメージは落ち着いていて、とても助け合っている人々であるというものでした。There are many Catholic church and Christian school and hospitals in my hometown, but I never had an opportunity to learn about Christianity. 自分の出身地にはたくさんのカトリックな教会や学校、病院がありますが、私自身はキリスト教について学ぶ機会がありませんでした。全くありませんでした。How I came to know Christianity and God at this time. では、私がどのようにしてキリストを知ったかお話をします。I met Yume in 2016. 2016年に夢に会いました。She was Yume. She told me about Christ, and that time I was not interested to believe in this. 彼女は私にキリストについてお話ししてくれましたが、私はその時は神様に興味がありませんでした。She got baptized in 2019. 彼女は2019年に洗礼を受けました。And we spent more time to talk about God and His message. その後から私たちはより神様について話をするようになりました。She always prayed for me. 彼女はいつも私のためにお祈りをしてくれました。Life after knowing the Christ, I explained how it changed. 私はキリストを神様を知ってからの人生についてお話しします。You may often share the Bible message, and I got impressed with the Bible message. 夢は頻繁に聖書の言葉をシェアし、すべてに感動しました。It gives me a positive feeling, and I started to read Bible every day almost. ポジティブな考えになり、私はほぼ毎日聖書を読むようになりました。But still, I didn't think about baptism and accept God as my Savior. でもまだ私は神様を救い主として、受け入れ洗礼を受けるには至りませんでした。I supposed to move to Japan in 2019 and married to Yume. 私は2019年に日本に引っ越し、夢と結婚する予定でした。But there was a delay from my company side, and the pandemic has started. ですが私の会社の都合で予定が遅れてしまい、さらにコロナのパンデミックにも突入しました。It was a terrible time in my life. その頃は私の人生の中で最悪なひどい時期でした。I lost my father. 父親も亡くし、I supposed to quit my company, my job. 私は仕事を辞めるつもりでいました。Many painful things happened in my life. とても多くの心の痛む出来事が起きました。I lost my control. 私は自制を失い、My life was question mark. 自分の人生にクエスチョンマークが見えました。I don't know what to do next. 次に何をしたらいいか全く見当がつきませんでした。The changes happened in my life. 私の人生で起きた変化についてです。I started to pray God. まず毎日、祈るようになりました。Those painful things brings me close to God. それらの心の痛む日々が私を神様に近づけてくれました。I shared my pain with God. 神様に心の痛みを分かち合いました。I had a peace in my heart. 私の心の中に、平安がありました。The life with God is amazing. 神様と共に歩む人生は素晴らしいです。He changed my life. 神様は私の人生を変えてくださいました。He gave me more than I need. 私が必要としている以上のものを与えてくださいました。Now I feel what God did in my life. 私は神様が私の人生にしてくださったことを素晴らしく感じております。Now I understood that He had a plan for me. 神様は私の人生のうちにご計画を用意してくださったということが理解できました。Now I'm in Japan with Yume.
今、私は夢と日本にいます。I could go church on Sundays 日曜日には教会へ行くこともできます。 and finally get baptized today そして by 本日、grandson. ガラント牧師により洗礼を受けることもできます。 I'm very happy. My life is very awesome. とても私の人生が素晴らしく嬉しいです。Sorry. これいいよ、これいいです。ここからSo I would like to share the Bible verse, Romans chapter 5, verse 3 to 6. ここで聖書の箇所をお読みします。ローマ書の5章3節から5節読みます。先に英語で。We rejoice in our suffering, knowing that suffering produces the endurance produces the character, and the character produces the hope, and hope does not put us in shame, because God's love has poured in our heart through the Holy Spirit who has been given to us. 5章3節からいきます。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐は練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。I decided to have a faith in God in any situation. 自分がどんな状況下にあっても信仰を持つと心に決めました。 He is with us always. 神様はいつも私たちと一緒にいてくださいます。 His love is amazing. 神様の愛は素晴らしいです。 That's why He sent His only Son to die on the cross for our sin. Therefore, we got forever life. だから神様は何の罪もない一人のイエス様を罪だらけの私たち人間のために十字架の上で死なせました。 Christ died for our sins. There is nothing bigger than His love. これにより私たちは永遠の命を得ました。私たちの罪のために死んでくださるというこれほど大きな愛はありません。 I always remember this in my heart. これをいつも心に覚え、I want you use us to tell His love to this world. この愛を私も人々に、また神様のことを知らない人々に伝えることができるよう神様に私を使っていただきたいです。 I pray God for His forever love and peaceful life. 平安のために、神様の愛と私たちの人生における平安のためにお祈りいたします。 God bless us. In the name of Jesus. Amen. 皆さんにも神様からの祝福がありますようにお祈りします。Fantastic. Thank you guys. ありがとうございました。 So because of the space, we're not able to have the baptism here, but after the second service, if you're able to join us at 2 p.m., we're going to have the baptism ceremony in Higashikurume at Kurume Christ Church. ここはこの場所狭いですし、場所の関係でここで洗礼式を行うことができないんですけれども、第二礼拝が終わった後に午後2時から東久留米の久留米キリスト教会において洗礼式を行います。 So we'll gather there around 2 o'clock, and if you need to eat lunch, you can eat lunch there as well, and then we'll have the ceremony, so we invite everybody to join if you're able to do that. 2時から洗礼式ですけれども、久留米キリスト教会の中で食事をすることもできますので、何か買って持っていってそこで食事していただくこともできます。できるだけ多くの方に一緒に洗礼式に参加していただければと思います。 And if you need directions, please just ask us. It's really close to the station in Higashikurume, not too far from here. 場所がわからない方はどうぞお尋ねください。西武池袋線の東久留米駅降りてすぐですから、あまり行き方は難しくはありません。Other announcements are we are in this transition of having 2 services, so we have our 10 a.m. and 11:45 service. 他のご報告ですけれども、今2回礼拝のパターンに突入しているところなので、まだ始めたばかりですけれども、
第1礼拝午前11時から第2礼拝午前11時45分からという2つの礼拝で進めていきます。So next week we'll have our 2 services again. 来週もこの2回礼拝を行っていきます。But in 2 weeks, on the 12th, I believe, we'll be having our homeless bento distribution. でも2つ先の日曜日、12日だったと思いますけれども、恒例の大人食堂、お弁当配布がありますので、So for that day, we just have the 1 service at 10 a.m. and then we'll go together to serve the meals. この日は10時からの1つの礼拝だけで、その後このお弁当配布のように移動しますので。And then the other exception is the following week, on the 19th, we'll be having our annual meeting as a church for members. もう一つまた2回礼拝の例外ですけれども、その翌週の19日日曜日は教会の年次総会がありますので、この日も1回の礼拝で。And this is open to anybody. It's the members who can vote on the budget and other things, but everybody's welcome to join to hear kind of what, reflecting on the past year and looking ahead of what God is doing. でこれは教会の総会ですけれども、メンバーでなくてもどなたでも参加していただけます。教会の予算などについて決定事項の投票ができるのはメンバーの方たちですけれども、教会がここまで歩んできたこと、そしてこれから先歩んでいくについてにあたっての方向性とかいろんな話がありますので、どなたでも参加してください。歓迎します。Just one final answer. After this service, we'll be having our youth group during the second service. もう一つ報告ですけれども、この後第2礼拝の間にユースグループの集まりを行います。So that's for junior high and high school students. 中学生、高校生の皆さんはこちらの方にどうぞご参加ください。That's all the announcements for today. We have, I think, some drinks and snacks, and it might even be outside, so please enjoy time together, and thank you for joining us today. はい、第一礼拝はここまでです。この後外の方に飲み物やスナックを用意してますので、どうぞ交わってからお帰りください。ありがとうございました。